にちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な話し方、自然な速さで話します。トランスクリプト無料で公開しておりますので、私のウェブサイトをご覧ください。そして、私のペイトリオンサイトでは今回のエピソードの新しい言葉を、勉強することができます。こちらも参加お待ちしております。ということで、はい、こんにちは。ということで、今日は、猫の話をしたいと思います。はい。今日はうちの猫ちゃんがどうやって来たかみたいな話とか、うちの猫について話したいと思うんですけど、はい、みんな猫好き？ちょっと今、モニャちゃんいるんだけど、モニャちゃんもここから出たいみたいな感じなんで、最後ちょっとご挨拶しないとね。はい。こんにちはーつって。はい。はい。そう、みんな猫好きですか？どうですか？最近やっぱ猫ブームがすごいじゃないですか。この世の中。ね。ものすごい猫ブーム、すごいじゃん。ね。特に日本でやっぱ、なんか猫のグッズとか、なんか猫のアニメとか作ればなんか売れるみたいな部分あるんですよ。なんか猫であれば買っちゃうみたいな。マジで多くて猫グッズみたいな。うん。はい。何がきっかけなのかわかんないんだけどね。ここ数年で猫人気がめちゃめちゃ高まっていて、私も猫をお迎えしたのは3年前ぐらいかな。3年前に猫をお迎えしたんですよ。このうちの黒猫のモナくんですね。はい。その前から猫好きだったんですけど、そもそも私はね、動物が好きなんで、猫だけっていう感じじゃないんですけど、だからワンちゃんも好きです、めっちゃ。ワンちゃんも好きだけど、現実的に飼えるのは猫ちゃんだな、今、みたいな。で猫めっちゃ好きってなって、はい、猫を飼ってるって感じなんですけど。皆さんどうでしょうか？今、うちのモナ君はですね、私のパソコンがさ、今、パソコンでこの音声を取ってるのね。で、音声ってさ、なんか波みたいなのあるじゃん。ウィンウィンって。それがモニターに今、なんていうの？映ってるんだよ。その音声が。それを見て、なんか遊ぼうとしてる。ちょっとやめてください、モナ君。はい。猫っぽいですね。モナ、ちょっと。あなた、それタッチしても変わんないから。いや、モナじゃないや、猫好きじゃないよとか、猫好きだけどアレルギーですとかね、猫より犬派ですっていう人もいると思うんですけど、はい、皆さんどうでしょうかね。はい。うちのモナ君はですね、たびたびポッドキャストで登場して、登場してっていうか勝手に登場してきてるって感じなんですけど、私の目の前をね、横切ったりとかニャーニャー泣いたりとかね、してますけど、はい。モナ君のプロフィールをちょっと紹介しようと思うんですけど、黒猫ですね。黒猫で、今4歳。推定4歳って感じかな。多分ってこと。多分4歳。で、お家に来たのは3年前なんで、1歳の時に来ました。はい。今ね、3歳と数ヶ月って感じで、5月がね、一応お誕生日で、5月にうちに来たから、その時が1歳の誕生日ということにしてるって感じですね。はい。そう。1歳から来たってことはですね、そう、野良猫なったんですよ、もともとこの子は。はい。保護猫ですね。はい。なんかシェルターに保護されてやってきた猫ちゃんです。はい。そうは思えない猫ですけどね。あんたは本当にもともと野良猫だったんですかっていうぐらい、性格で言うと甘えん坊。めちゃめちゃ甘えん坊です。はい。フレンドリー甘えん坊キャット。ずっと泣いている。そして超ビビリ。で、ちょっとどんくさいっていう感じの猫ちゃんで、あんまり強くないね。多分、猫同士喧嘩したら一番負けるタイプ。っていう感じです、モナは。はい。そう、すごくね、フレンドリーというか甘えん坊なんですよね。ずーっとついてきますね。私の足にって感じ。
で、なんか相手にしてくれないと、うわーって泣くみたいな。ねえみたいな。なんでこっち向いてくれないのっていう感じで、もう本当に四六時中ですね。寝てる時以外。料理作ってる時も邪魔する。料理食べてる時も邪魔する。片付けてる時も邪魔する。テレビ見てる時も邪魔する。みたいな。はい。通称邪魔猫って言われてますね、この猫ちゃんはね。邪魔猫ちゃんいるよね。仕事中にさ、キーボードの上乗ってくるとかさ、スクリーン見えないみたいな。うちのモナ君もそう邪魔猫ですね。可愛いんですけど、邪魔猫は。邪魔猫イコール可愛いみたいな部分あるじゃん。ね。そう、すごく、フレンドリーで、ただですね、なんか、いろんななんか人間が好きで、人間に対してもすごくフレンドリー。初めて会う人でも結構フレンドリーなんですけど、大きい大人、男性、結構ガタイがいい、体が大きいね。ガタイがいい男性とか、あとは子供はちょっと苦手かな。子供はね、足音が苦手みたいで、このドン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 っていう足音が結構苦手で、めちゃめちゃビビりますけどね。はい。そう。フレンドリーね、あなたね。この間もさ、なんか、健康診断に行ったのよ、モナ君。で、健康診断が朝10時ぐらいに行って終わったのが4時ぐらいだから半日ぐらいずっと病院にいるような形だったのね。なのでもう一度、迎えに来てくださいみたいな。4時ぐらいになったらみたいな。だからモナはずっと病院にいたんだけど、モナ病院に行くとき、基本的に外に連れ出されるときには、ずっと泣いてるのね。にゃーにゃーみたいな。で、病院に着いてもずっとニャーニャー泣いてて、その病院の中でも一匹だけずっと泣いてるみたいな状況なのね。静かにしてくれますかモナ君みたいな感じなんですけど、なんかどうやら健康診断の時に、猫の病院の獣医さん、先生にすごく可愛がられたっぽくて、なんか、すごくいい子ですね、みたいな。すごくフレンドリーで可愛い黒猫ちゃんですね、みたいなこと言われたの。で、はーい、みたいな。全然なんか、お薬の時とか、注射検査の時とか、なんか、全然なんか、抵抗しない感じ。ただニャーニャー泣いてるみたいな。偉いですね、みたいなことを言われて。で、なんかちょっと、少しだけなんか、再検査みたいのがあったんで、問題なかったんですけど、再検査があったので、もう一回来てくださいっていう時があったのね。で、2週間後ぐらいにもう一回行ったんだけど、で、チェックされるじゃん。で、チェックされてる時に、扉があって、私はなんか待合室で待っている。そう、椅子に座ってね。で、その扉の向こうで、モナが、検査、その先生に検査されてるんだけど、なんか、声が聞こえるの。その先生のね。かわいいって。と思ったでしょ。かわいいみたいな。モナ王ねみたいな。モナ王なのね、君はとか言って、なんか、みたいな声が聞こえるの。あんまり動物病院であんまりそういう声聞いたことなくて、で、モナ王ってなんやねんみたいな。うちの子モナくんなんだけど、なんか、ニックネームをつけられていて、病院で、モナ王っていう。モナ王って、王って王様の王なのよ。だからモナの王様、モナキングみたいな感じで付けられていたのか、モナ王っていうアイスクリームがあるのね。日本で。名前がモナ王って言うんだけど。そう。それから来てんのかわかんないんだけど、なんかモナ王って呼ばれてたの。奥の、その扉の向こうでね。丸聞こえなのよ、こっちに。かわいいつって、もうなんか、獣医さんも猫絶対好きだからさ、もう猫好きの限界突破みたいな声出てて、いやーみたいな。めちゃめちゃ可愛がられてるうちの猫ちゃんみたいな。ねえ、だから検査の時多分相当人にベタベタしたんだろうなみたいな。獣医さんに甘えまくったんだろうな、この子と思って。はい。ねえ、あんた人たらしよね。人たらし。人たらしっていうのはなんか人に甘えて、なんか可愛がられるみたいな意味があるんだけど。人たらし猫ですね。うちのモナ君は。
はい。皆さんの猫ちゃんはどんな性格ですか？ぜひね、教えてほしいんですけど、コメントで。猫自慢。犬でもいいですよ。うさぎでもいいし、亀でもいいよ。魚でもいいけど、君のじゃ、なんで君君って言っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。なんで君が出たんだろう。よくわかんないけど、あなたって言うのしたら、急にアニメみたいな。急に君のとか言って。疲れてんのかなちょっとね。あなたのです。君のじゃない。あなたのペットについて、コメントでね、ぜひ教えてくださいね。はい。後半はですね、私とモナの出会いのお話をしたいと思います。はい。多分ね、話したことあるかもしれないし、なんかないかもしれないし、ちょっと忘れちゃったんで、改めてお話ししたいと思います。はい。引き続き、うちの猫、モナくんのお話をしたいんですけれども、今、モナくんはですね、パソコンのディスプレイをずっとまだ見続けています。音の録音の波みたいなやつ、ウィーンってウェーブになってるやつを未だにずっと見続けておりますね。はい。そう、モナくんはですね、約3年前ですね、うちの家にはい、お迎えしたんですけど、そう、もともとはね、野良犬じゃねえや、野良猫。今日やばいな、ちょっと。はい。自分が言いたいことと、なんか脳の中で言いたいことと、私が口に出してることがちょっと違うみたいな。なんかちょっとバグが起こってますね、私の脳内で。はい。野良猫ちゃんだったんですよ。そう。で、遡ること3年前。私はですね、猫を飼いたかったんですよ、ずっと。もちろん、ワンちゃんも好きだし、ウサギとかも好きだし、ハムスターも好きだし、どんな動物でも好きだったんですけど、やっぱちょっと猫ちゃん可愛いなって思い始めてですね。で、数年間ぐらいやっぱ猫飼いたいなって思ってた。でも猫を飼ったことないし、私は大きい生き物を飼ったことがないので、やっぱ責任感とか、なんか本当に大丈夫かとか、なんか大丈夫かなみたいなこの自信がないっていうか不安な心みたいな部分がありまして、で、やっぱり飼ったことない人わかると思うんだけど、その動物を飼ったことない人ね、自分が動物を飼ってるということが信じられないというか、あんまり現実味がなくないですか？なんか、ちょっと想像できないみたいな。なんか子供の頃になんかワンちゃんとか猫ちゃん飼ってた人って、慣れてるというか、家に動物がいることに対して結構慣れてる部分あると思うんですけど、全く飼ったことない人って本当にわかんないんですよ。どうやってなんか想像できないみたいな。そんな感じで、だから猫を飼うということは私にとってなんか夢のまた夢みたいな。憧れであり、現実にはならないことっていうイメージだったんですよね。はい。そんな中ですね、コロナとかもありまして、で、より一層猫の動画とか見始めて猫可愛いなーつって。はい。だからそんな時にですね、なんか立て続けに私の周りの知り合いや友達、生徒さんが猫を飼い始めたんですよ。急に。なんか3、4人。あなたも猫みたいな。あなたも猫みたいな。猫飼いたかったっけみたいな。いや、なんか猫別に飼いたかったわけじゃないんだけど、なんかそういう機会になって飼うことになったみたいな。そんななんか、その急なことでも飼えんのみたいな。ってなっちゃって。私はちょっと考えすぎなのかも。もちろん生き物を飼う、命を預かる、育てるってことはものすごい責任が伴いますし、生半可な覚悟じゃいけないと思いますけれども、割と猫って飼いやすいらしいみたいなね。情報も手に入れまして、意外にいけるぞみたいな話を周りから聞いて、割と背中を押され、後押しされ、ついに猫を飼うことを決断したんですね。はるか猫を飼うみたいな。それでやっぱり私は、猫ってやっぱ可愛いんですけど、で、いろんな猫ちゃんいるじゃないですか。
でも私はね、特に、野良猫系の猫が好きなんですよ。その雑種っていうの、まあミックス、おしゃれに言うとミックスみたいな。ね。普通に言うと雑種みたいな。なんかこう、外歩いてそんな猫ちゃんたちがすごい好きで、あ、やべやべやべ。モナ君、ディスプレイ壊さないでくださいよ。あなた。あなた。まだ見てんのよ、ディスプレイをモナ君。やめて。やめて。ちょっと壊す勢いでやめて、それは。ね。落ち着こう。落ち着こう。OK。はい。これは私の声の波です。遊ばないでください。はい。舐めないで。ディスプレイ舐めるのはやめて。はい。まあさ、そう。で、何の話だったっけ？そう、野良猫ちゃんが好きだから、じゃあもう保護猫ちゃんにしようと、シェルターに行って、保護猫ちゃんをお迎えしよう。いや、ちょっとやめてください、モナ君。ちょっとモナ君が今、ディスプレイではしゃぎすぎてるので、ちょっと、こっちに。そう。で、なんか保護猫にしようって決めて、まあシェルターに見学に行くことにしたんですよね。でも本当に右も左もわからない状況で、何から始めればいいのかみたいな。本当 YouTube 動画見まくって、その猫の飼い方とか必要なものとか、まあ、お金とか、検索して、で、いいシェルターとか、なんか東京の周りのシェルターとかいろいろ調べて、一個ね、都内にあるシェルターを予約したんですよ、見学が。はい。そしたらですね、まあ、予約の前日になって、ちょっとマナ君ごめんなさいね、話全然進まない。まあ、ね、落ち着きなさい。わかりましたか？はい。そう。予約の前日になって、そのシェルターが、なんて言うんだろう、ちょっと厳しすぎるっていう評判を見つけちゃって、まあ、最近ね、まあ、たまに聞くんだけど、その、猫とか動物保護団体の人たちって、やっぱ、動物を大切に思いすぎていて、人間に冷たくなるみたいな人が結構いるんですよ。なんかこう、ね。わかります？そういう人いるじゃないですか。なんか猫ちゃん好きすぎて人間に冷たいみたいな。で、そのシェルターの評判を見てると、なんか面接みたいなのがあって、その面接の時になんか圧迫面接みたいな、されたって。圧迫面接っていうのは、なんかまるで怒られてるかのような面接、例えばなんか、あなたはなんで猫を飼いたいんですかっていうのも、なんか優しくない感じ。なんか怒られてる感じ。ね。どうしますか？なんか旅行に行ったらどうするんですかみたいな。あなたは責任持てるんですかみたいな。なんか、怖いみたいなね。そう。そういうの圧迫面接って言うんだけど、すごい厳しいんだって。例えばなんか、カップルはダメとか、結婚してないとダメ。でも独身で、出社してる人もダメ。家にいなきゃいけないとか、子供がいるのダメ。みたいな。アパートダメ。家買ってないといけない。自分の家じゃないといけないとか、お年寄りダメとか、なんかいろんなこの、あるんですよね。なんか条件みたいなのが、そのシェルターによって。で、そこはめちゃめちゃ厳しいらしくて、いやー、私、猫ちゃん飼ったことないし、ちょっと不安だなと思って、そこキャンセルしたのね。でも気持ちはさ、もう猫じゃん。もう、明日は猫に会えると思ってたのに、それキャンセルしちゃったから、どうしようと思ったのね。で、インターネットを見てた時に見つけた別の、シェルターの、まあ、譲渡会が開催されることを見つけて、そこに行くことにしたんですよ。で、譲渡会って言われるものは、主になんかもう譲渡っていうのは渡すっていうことですね。渡す。うん。はい。で、譲渡会っていうのは、その、猫ちゃんを、とか、ワンちゃんとか、いろんな、その、保護された動物たちを、その、もらうというか、っていう会ですね。はい。だから猫と人間の交流イベントみたいな。飼い主探しと猫の交流イベントみたいな感じなのが譲渡会って言うんですけど、そう、都内でその無料で予約なしで入れる譲渡会があるっていうのを見て、そこで行くことを決めたんですよね。はい。そう。で、そのなんかウェブサイトに、まあ、明日来る予定の猫ちゃんリストみたいのがあって、で、まあ、いろんな猫ちゃん20匹以上いたの、多分ね。うん。
で、その譲渡会は山梨の、シェルター、まあ、NPO 法人だね。から来る猫ちゃんたちで、山梨から来るんですよ。そう。で、その中に、リーマンという猫がいて、黒猫ちゃんが。なんかちょっとアホみたいな顔してる猫ちゃんが。なんか、へぇみたいな顔してる、なんかちょっとアホ面してるね、黒猫ちゃんがいたのね。可愛いなと思って。このアホ面猫ちゃん。なんかやっぱ、漏れてる猫もいいんだよ。なんか、うわ、めっちゃ可愛い黒猫ちゃんみたいな。なんか漏れてる、なんか、プリンセスみたいな顔した猫ちゃんもいるし、なんかイケメンみたいな。なんかボス猫ですみたいな感じの猫もいるし、なんか私をもらってみたいななんか可愛い猫ちゃんもいるしみたいな。で、リーマンという猫はなんか、みたいな、なんか、みたいな顔してたの。ちょっとアホ面だったのね。で、可愛いなと思って、この子ちょっと見てみたいなって気になってたのね。うん。で、行った時に、まあ、結構人いたんですけど、やっぱりね、まあ、性病大人の猫ちゃんたちと子猫ちゃんのブースがあって、やっぱ子猫ちゃんのブースが圧倒的に人気なのよ。まあ、そりゃそうだよねっていう。ね。で、大人の猫ちゃんになると、やっぱり病気があったりとか、怪我してたりとか、もう高齢、もう結構年が上になっちゃったり猫ちゃんも結構いて、やっぱもらい手が見つからないっていう状況があるみたいで、ちょっと心が痛かったんだけど、その中で、私は、飼ったことないじゃん。だから子猫から飼うことに結構不安があって、もうでもある程度大人になって、性格もはっきりしてる猫ちゃんがいいなって思っていて、飼い始めの時だからね。うん。だから私は子猫を見ないで、その大人の猫ちゃんの方を見てたんですね。そう。で、その中で、一匹だけめちゃめちゃうるさい猫がいたの。泣き続けてる。にゃー、にゃー、みたいな。うるさみたいな。本当に。一匹だけめちゃめちゃな、もう他の猫ちゃんなんか、全く泣いてない。うん。一匹だけうるさくて、どこの猫やんみたいな思って、もう可愛いな、可愛い半分めちゃめちゃ泣くやんっていう、なんか大丈夫かっていう気持ちみたいな。うん。で、その猫が気になって見に行ったら、リーマンだったのよ。私が昨日の夜、ウェブサイトでアホ面してる猫ちゃんが可愛いと思ってさ、リーマンだったのよ。で、お前かと思って。すっごいちっちゃくて、なんていうのケージか。ケージの一番奥の方になんかちっちゃく丸くなってる黒猫ちゃんがいたの。にゃー、にゃーって言って、もうかわいそうな感じで泣いてんのよ。怖いんだろうなと思って、かわいそうなと思って。で、リーマンで。でも私は、もう、この子お迎えしますって。なんかもうピンときたし、なんかもうちょっと、なんかもう気に入っちゃったから、もうこの子にするって言ったの。そしたら、その NPO 法人の、オーナーさんみたいな人が近くにいて、で、私が、すみません、私この子をお迎えしたいんですけど、みたいな。手続きとかどうすればいいですかって言ったのね。でそしたら、そのオーナーさんが、みたいな。どうしてみたいな。どうしてこの子にするんですかとか、なんかすごいテンション高めに来て。なんかその時譲渡会始まってマジ30分ぐらいしか経ってないのね。朝10時とか。9時半ぐらいから始まって、なんかもう、速攻ね。で、私は決めたわけよ。普通もっと悩むわけね。どの子がいいかなとか。そう。で、なんか、なんでこの子にしたんですかみたいなこと言われて、で、なんか、理由を説明したら、みたいな。運命です。みたいなこと言われて。運命ですみたいな感じで。みたいななって。なんかどうやら、そのリーマンは、その山梨県の山で発見されたんだけど、その時に、ラーマンとリーマンっていうもう一匹ね、黒猫がいたんだって。お兄ちゃんだか弟だかわかんないんだけど、2匹一緒に保護されてたの。ラーマン、リーマンで。そう。でも2匹一緒だったんだけど、なんか特に2匹仲いいみたいな部分がなくて、別になんかバラバラで、じゃあ、飼い主探しましょうみたいになったんだけど、そのラーマンはすぐに、もう子猫の時、見つかったのがね、3ヶ月ぐらいだったらしいので、その時、生後3ヶ月とかまだ子猫で。で、ラーマンはすぐに飼い主が見つかったんだけど、リーマンはなかなか見つからずに、そのまんま、1歳になるまで、そのシェルターにいたわけなのよ。うん。
で、健康だし、なんていうの、フレンドリーだから何も問題がないのに、なんか飼い主が見つからず、そしてなんか譲渡会に行くチャンスもあったんだけど、なんでかそのリーマンのことをみんな忘れちゃっててそのね、シェルターね、なんか数百匹の猫ちゃんがいるのよ。本当にたくさんいて、まあ理由は後で説明するんだけど、300とか言ってたな。そう。で、なんかもう一つの部屋だけじゃなくて、もういろんな建物にそのNPO 法人の建物があって、その中から20匹とか30匹ぐらいを東京に持ってきて譲渡会をするみたいな感じなんだけど、そのリーマンはずっと選ばれなかったわけよ。なんか忘れられてたんだって。で、その譲渡会の日の2日前ぐらいに、あれみたいな。リーマンまだいいんじゃんみたいな。この子なんで譲渡会行ってないのみたいな。って言って、あ、確かにみたいな。あ、この子いいんじゃねみたいな感じで、突然譲渡会行きが決定した子なんだって。リーマンは。で、来て、30分にで私がこの子がいいですって言ったんで、そのなんか NPO 法人のオーナーは、これは運命みたいな。運命ですみたいな感じになって、もうあれよあれよとあっという間に手続きが終わって、もう何も問題ないですみたいな感じで、まあ確かに私は家で仕事してるから、まあ問題ないし、みたいな。そう。っていうことで、リーマンをお迎えすることが決まり、そのリーマンが今のモナ君っていうことです。聞いてるモナ？今あんたの話してんの？あなたはずっとディスプレイ見てるけど、私はあなたの話してるんですけど、覚えてる？覚えてるかな？ね。そうそうそう。そう。で、まあ、モナっていう名前は、その当時、ペルソナ5にハマっていて、モルガナというキャラクターからモナになりました。うん、その当時ハマってたゲームが2つあって、ペルソナと、ゼルダのブレイス・オブ・ザ・ワイルドだったんだけど、だからリンクにするという案もあったんですけど、いや、お前リンクっていう感じじゃねえわな、みたいな。リンクっぽくはないわな、みたいな。なんか強い勇者みたいな感じではないよね、みたいな。リンクではないなってなって、モナになったって感じですね。うん。はい。まあね、その時はね、1歳だったから、もうこれ以上あんまり大きくなりません、みたいな。この子は小さい猫ちゃんですって言われたのね。ああ、小さいなと思って、本当にちっちゃかったんだね。で、大切に育てよう、弱いし、この子なんか弱そうだし、大切に育てようと思ったら、あれよあれよとめちゃめちゃ大きくなりまして、今5キロ以上、バカでかい猫になりました。はい。ねえ、モナくん。成長したね、あんたね。うん。なんか太ってる感じではないのよ。健康診断行っても、なんか正常別に太ってないんだけど、なんかやっぱ骨太なんか、がたいがいい。でかい。シンプルにでかくて長いのね。モナって。そう。そんな感じの猫になりました。聞いてた話と違うんだけど。ねえ。あんたちっちゃい猫って言われてたのにね。ねえ。うん。でも小食です。あんまりご飯食べないですね。結構小食で。うん。ねえ、あんた小食だね。そんなにご飯ガツガツ食べないよね。はい。そう。で、まあ、その山梨のね、NPO 法人のそのシェルターね、300匹という猫ちゃんがいるという話だったんですけど、本当にやっぱね、野良猫って多いのよ。しかもなんか田舎とか山に行けば行くほどやっぱ多くて、まあそれは結構深刻な問題なんですけど、でモナが見つかった時の話になるんですけど、なんかね、山梨の山の方で発見されたんですけど、なんかその山に一人のおじいちゃんが住んでたんだって。で、そのおじいちゃんが、その猫ちゃんたちがかわいそうだって言ってご飯をあげてたらしいのね。まあその気持ちわかるんだけど、それってあんまり良くない行動で、理由はご飯をあげて猫ちゃんたちは喜ぶんだけど、子供産んじゃうんだよね。猫って。だからどんどん増えちゃったみたいな。で、その山のそのおじいちゃん家の周りにめちゃめちゃ猫がいて、で、しかもその山って結構イノシシとか、まあ、猿とか鹿とかもいたし、だからそのトラップみたいな罠
トラバサミって言うんだけど、なんか足にガシャーンって言ってなるやつあるじゃん。めっちゃ怖いやつ。あれを仕掛けてる人もいたの。それおじいちゃんと別にね。そのイノシシの罠みたいなやつ。そう。で、そこに引っかかっちゃう猫ちゃんとかがいて、なんか足をなくしちゃって切断したりとか、まあ、命を落とす猫ちゃんもいて、その NPO 法人がレスキューに入ったのよ。なんかその時に、もう本当に何十匹っていう猫を数ヶ月にわたって保護したんだって。すごいよね。本当になんか頭が上がらないというか。ありがとうというか、本当素晴らしい活動だなと思いまして。で、そのおじいちゃんには、もう餌をあげないでください、つって。で、おじいちゃんもわかりましたって。別に悪い人じゃないんでね、ああ、すいませんでした、みたいな感じになって、その猫を、まあ、数ヶ月かけて、こう、全部保護したんだって。うん。でも、いませんってなって、ただその1ヶ月後にそのおじいちゃんからまたそのシェルターに電話があって、すいません、なんか家の中に猫がいます、みたいな。で、ってなって、そのシェルターさんが、言ったんだって。もう全員、ね、その保護したつもりだったんだけどな、と思って。で、おじいちゃんが言うには、その冬の時、12月とかだった気がするな。に、ベッドの中に、まあ、布団の中に猫が2匹入ってるみたいな。まあ、人んちの布団に猫が2匹勝手に入ってたみたいな。子猫が。それがまあ、リーマンラーマンね。今のモナ君ね。がいて、みたいな。保護してほしい、みたいな感じで、保護されたのがモナ君だった。で、その時ちょっと風邪ひいてたんだけど、幸いにも怪我もないし、病気もないし、みたいな。うん。その2匹とも結構健康で問題ありません、みたいな感じだったんだけど、だから不思議なんだよね。なんかそこで生まれた猫ちゃんっていう感じではなさそうなんだって。なんか子猫だから、ね、その周りに大人の猫がいない状態で、どうやって生活してたのかわかんないし、3ヶ月とかだったからめちゃめちゃちっちゃい猫ちゃんだったから、そう、どっから来たかわからないんですよね、みたいなことを、そのシェルターの人が言ってて、まあもしかしたら、そのおじいちゃんちの噂みたいな聞いて、おじいちゃんはなんか猫いっぱいいるらしいみたいな。噂を聞いて誰かが、まあ捨てちゃったみたいな。うん。のか、本当にそこで生まれた野良猫が残ってたのか。っていうね。はい。だからモナはなんでそこの布団の中にいたのか。謎ですね。今までその布団に入る前の3ヶ月間はどうやって生活してたのかわかんないって感じですね。はい。まあ良くないですね。やっぱこう、ね、野良猫が増え続けちゃうってね、餌をあげる気持ちはもちろんわかるんですけど、やっぱり去勢をしなきゃいけないですね。子供が生まれないように手術をしなければならないっていうのはありますよね。だからそういう活動をしている、その団体さんにはね、もうなんか感謝って感じですよね、マジで。本当に。はい。まあ、なので、まあ日本にはね、野良猫がいっぱいいるので、まあ、もし日本で長く生活したいという方がいたら、結構ね、なんか、なんていうの、外国人向けの、その、譲渡会もあるらしくて、その英語対応とかしているとか、そう、日本に、なんか日本人じゃなくても、やっぱ審査が厳しいのよ。保護猫、さっき言った通り、なんか、なんとかじゃなきゃいけないとか。そう。そういう人たちって、やっぱりなんか、海外の人だと引っ越しする可能性があるからダメですとか。結構厳しかったりするんだけど、そういうのはなんかもうちょっと優しめな譲渡会とかもあるらしいので最近ね。皆さんもね、ぜひ猫を飼う場合は保護猫ちゃん。可愛いよ。本当に可愛い。可愛いのよ。うちのモナくん。マジで。もう可愛すぎて、なんか、毎日私は可愛いって言ってるものに、モナ可愛いよ、みたいな。お前は世界一可愛い猫だ、とか。うちに来てくれてありがとう、とか。ずっと一緒にいようね、とか。
ちょっとドン引きぐらいね、ちょっとキモって思われるぐらいモナに言ってます。うん。はい。みんなもそうでしょ、でも結構ね。自分のペットが一番可愛いよなっていうね。はい。モナ君はね、本当に健康猫ちゃんなんで嬉しいですよね。いつかね、自分もやっぱりそういう保護猫、保護犬の活動みたいなね、してみたいなとは思いますよね。はい。いかがでしたでしょうか？皆さんのね、ペットね、とか、いろんなそのエピソードとかね、あればぜひコメントで教えていただけたら嬉しいなと思います。はい。今日はうちの猫のモナくんの話でした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ではですね、メンバーシップ始めまして、メンバーシップはゲームが好きな方向けのメンバーシップなんですけど、私が、ゲームをプレイしているだけです。見てください。興味ある方は。お待ちしてます。はい。そして、サニーサイドジャパニーズポッドキャストという別のポッドキャストがありまして、そこでは他の先生と会話式の、ポッドキャストを撮っております。同じように中級者上級者向けの、ポッドキャストでいろんなトピックについて話してますので、ぜひ聞いてみてください。そして、ゆうゆうさんと一緒にやっている春とゆうゆうのゲームで日本語というゲームチャンネルもあります。ポッドキャストと YouTube のゲームチャンネルがありますので見てみてください。はい。そして、ペイトリオンですね。こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではこのエピソードで出てきた新しい言葉を勉強できたり、おやすみポッドキャストという別のポッドキャストを、もっとカジュアルなポッドキャストをフルで聞けたりしますので、ぜひチェックしてね。はい。じゃあちょっと今日のお別れに今日の主役のモナ君をちょっと登場させたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、モナ君やってまいりました。モナはね、大きい猫ちゃんになったので重いのよね。あんたほんと米と同じ5キロだから、米だよあんた。米1袋ね。はい。ということで、ごめんね。眠いか。ごめんなさいね。モナちゃん。はい。ということで、皆さん、また次回。さようなら。バイバイって。バイバイ。はい。何も言わないということで、皆さんさようなら。